今日はですね、ひねりを入れて、もう今年、これぐらい出てきましたね。これこのままほっとくと上頭でっかちなもんで、樹勢をもう一度調整というかね、樹勢をちょっと上の方へあまりいかんようにして、下の方へ力をつけてですね、また秋を迎え、来年用の調整も含めてやっといた方が、私はいつもそうしておりますので、ご覧いただきます。はい、これね、これですね、上の方でこんな長いの必要ないですからね。これ私はいつもこれぐらいに切っておきます。これはちょっと長めで、こういうふう、ここより下ですからちょっと長めの方がいいですよね。でこっからまただいぶこの辺まで枝分かれしたりなんかして、外へ出ますのでね、ちょっとこれで短いかなと思われるぐらいが一番、いいと思いますよ。これぐらいでね、こういうそれでこういうところら辺もあまりここら辺が混むようでしたら、私はここの辺も整理しとるんですよ。こういうところね、ちょっとあまりここら辺が混み出すと、頭でっかちっていうんですかね、上の方が枝数が多くなっちゃうという時がままありますね。よくある傾向ですね。これこうなるからね。2年生から3年生、こんなに大きくなるかっていう質問がよくあるんですが、一生懸命木のために尽くすとこれぐらい大きくなりますね。で足元もどうしても小さい木のうちはグラグラしますので、ちょっと深めに植え付けますが、こんな頃はちょうどここら辺、太ってきてしっかりしますので、ちょっとこういうふうに、一番根元は開けておく。こういうことやっておくといいですね。こんなもんかな。ちょっとここら辺が薄いな。ちょっと長めですね。これぐらいで。これもちょっと、これは何なんだ。これも切っとこう。なんかちょっとちょうどいいバランスになってきました。まだこれどちらが正面か分かりませんよ。あと来年もちょっと針金をかけたり、今度は釣ったり、針金釣りを来年うまくいけばやれる木ですね。こういうふうになるんですけど、またこれから10月頃までは伸びますから、この辺もね元気になってまたもうさーっとなってくるんですよ。これですね、参考にしていただくのはこれがねじり上げがしてないのですね。してないね。これですわ。でこれどうしたらいいかということですが、やっぱりこれも、ちょっと苗が若ぎすぎたのかな。だけど生き生きしてるね。こういうのもたまにあるんですよけど、これですね。この場合まっすぐ作りますわ。20センチでいずれにしても、大丈夫ですが、こういうのもあるんで、ちょうど皆さんの前でむしろやれる
で見といてくださいね。ここでねねじり上げするんですよ。そうすると木に刺激がついて、これからまた出るんで見ておいてください。まあ見とってもわかるけど、これぐらいですよ。こういう風だろ。でここいつもね、これなんでかいうとこれ持ってギュッとやりやすいんですよ。うん。上の方がちょっとここ持つかな、せっかくのあれは。どれぐらい曲がったかだけど、これがこっちだったんでまだ半回転だよ。だからこれを残しといてください。こうやってやっといてくださいというのは、何回回ったかっていうのを、そう何回も回れせんよ。1回転ぐらいが普通だよ。1回転回しちゃう。同じだ。もうちょっとで1回転。で普通は若木は 1.5 回転ぐらいが多い方だな。こういう風ですわ。まあとにかくここら辺のぐっと伸びてくるの期待ですわ。こういうのも時々出ますので、こういうの出たらこうやって針金かけて、ちょっと太めの針金かけて、期待をかける、期待かけるといいだろうということです。でここ出てないもんで、もっぺんかける。まあそういうどうか知らんけど、まあいずれにしてもここにちょっとまだあれがないから目が、作るために、ちょっとねじり上げをやってみますわ。まあこの辺だけでね。おそらくまあちょっと強めにあれだろうね。やっとかんと出にくいかもしれんね。石化ヒノキだけじゃなしに木としては松でも何でもだけど条件によっていろいろ変化する力がつくのもあるね。金図なんかは傷をつけとくと芽が出るとかね、そういう木に刺激をやっぱり与えるとそこから出やすいっていう、生きようとする力を借りるんじゃないかな。生きようとする力だよ。こんなところに力が加わってきたと思って慌ててここから出すことを期待する。こういうふうです。こうやってね、欠点を追いながら欠点を見つけてそこに補うっていうんですかね。欠点を補ってまあいろいろ補正していく。まあこれが必要だと思いますね。ほったらかしといくよりは、少しの条件でもそういう条件が叶うんだったらやってみる。まあそういうことも必要だということで、やってみましたが、こういうことですね。足元もきれいになってます。まあここら辺まで、3年でできれば上等の口ですね。こんな風に本当に、私も全部はできてないんですよ。これ